現在のフランス国旗、いわゆる三色旗のトリコロールは、天、地、人の自由、平等、博愛を示すという。アメリカは1776年にイギリスからの独立を宣言。片やフランスでは1789年に革命が起こった。革命にあたって彼らが人権宣言とともに掲げたのが自由と平等と博愛、友愛である。フランス国旗のトリコロールカラー、青、白、赤はこのスローガンを象徴。同様に擬人化したのが女神のマリアンヌで、これが世に言う自由の女神である。アメリカ合衆国を建国したのはフリーメイソンであり、フランス革命を支援したのもフリーメイソンである。明治維新、ロシアも同様に革命と呼ばれるものの背景には必ずフリーメイソンがおり、その本質を知るには隠された英知を探ることである。冥王星は占星学において深層に作用し、死と再生、破壊と再構築、隠された力の顕在化といった根源的変容を象徴する。その影響は表面的な改革にとどまらず、既存の構造や価値観を一度解体し、不可逆的に新たな秩序へ移行させる点に本質がある。特に権力や支配、無意識の領域に関わるため、社会の見えない基盤や潜在的な力関係を浮かび上がらせる。一方、水亀座は革新性、普遍性、集合意識を象徴し、個人の特権よりも全体としての平等やネットワーク的結合を重視する。科学技術や未来志向と結びつき、国家や共同体といったシステムそのものの再編に関わる性質を持つ。この両者が結びつくと、変化は個人を超え、社会構造の深層における再編として現れる。冥王星の徹底的な解体作用が水亀座のネットワーク的普遍的方向へと向かうことで、従来の権力構造や制度は維持できなくなり、新たな形態への移行を迫られる。ここで重要なのは、変化の対象が個人ではなく集合的システムである点であり、権力は特定の支配者から分散し、情報や接続を基盤とする形へと変質していく。前回の水亀座冥王星期1777から1798年頃は、この力学が歴史的に顕在化した時代であった。アメリカ独立戦争やフランス革命は王権を崩壊させ、主権は人民に属するという理念を制度化した。また、バイエルン・イルミナティのような知識人ネットワークが広がり、啓蒙思想に基づく見えない連結構造が形成された。さらに産業革命により生産様式が一変し、労働、資本、時間という概念が再定義された。ここでは冥王星的な破壊と再生、水亀座的な平等とネットワークが結びつき、封建制から近代国家への転換が進んだのである。これに対し、2024年以降の水亀座冥王星期は、その近代国家システム自体が再編される段階にある。前回が王権から国民国家への移行であったとすれば、今回は国家からネットワークへという構造変化が中心となる。デジタル技術の発展、とりわけオープン AI に象徴される人工知能や分散型技術は、情報や意思決定の集中を解体しつつあり、領土や物理的権力に基づく統治から、情報空間における影響力へと重心が移行している。さらにこの時代は、自由と管理の二極化という特徴を持つ。テクノロジーは人間を解放する一方で、監視や制御の手段ともなり得るため、自由の拡張と統制の強化が同時に進行する。また、集合意識の進展により、人間は孤立した個ではなく、ネットワークの中で接続された存在として再定義され、固定的なアイデンティティは揺らぎ、より流動的な存在へと変化していく。総じて、水亀座冥王星の時代とは、見えない構造を暴き、権力の所在を変え、社会と人間の在り方そのものを再構築する過程であり、支配者を問う時代から、
仕組みそのものを問い直す時代への移行を意味している。ちなみに岡本天明氏1944年に書した筆記真字にはこのようなことが記されている。金で世を治めて、金で潰して、地固めして弥勒の世といたすのじゃ。三千世界のことであるから地と林遅しはあるぞ。少し遅れると人民は真字は嘘じゃと申すが、100年も続けて嘘は伝へんぞ申しさんぞとあります。この100年も続けて嘘は伝えんぞは真字の真実性と時間的限界を示す言葉であり、その100年という区切りから1944年を起点として2044年までに筆記真字の予言は何らかの形で成就へ向かうと解釈される。この解釈は単なる未来予測というよりも、人類や社会の意識変容、価値観の転換といった内的外的変革の進行を示す象徴的時間軸として捉えることができる。51音図のあからわまでの1から10の和行までの9行のラリルレロのロのくぶくりまでの道のりが淡路である。国海で最初にできた淡路島の次にできた四国の阿波、現在の徳島県へ続く道という意味も含まれており、阿波は阿波イコール渦に通じ、ナルトの渦ともつながります。阿波のナルトイコールナルト、銃がなることをナルトという。日本の古語で阿波は女性の陰部を指す。それはあからは1から9までの始まりは0。0から9行のラリルレロのローまでは0から9。数は0から9まで。これを9星とも伝う。0は9とも言う。0は9。すなわち、始めと終わりの一致が図られ、99、9と同義、また0。9が9で、始めと終わりの仕組みを99と定義し、0と9において、数理の根本原理、この根本原理に基づいて、天皇即位の儀式に、金礼を99回振り鳴らして、即位をご報告されるのですが、この天皇即位は、我が国建国の儀式にあたり、我が国建国が99の数字の上に創建が行われたと伝う国の旗印以外の何者でもなく、ダビデの彦映の紋章と伝うのです。ダビデの彦映とは、聖書、旧約聖書のイザヤ書に登場する重要な比喩で、絶望的な状況から逃れる希望や救世主、メシアを象徴する言葉です。このダビデの彦映の証は、聖書の創世記、アブラハムはイサクを99歳にして割礼の儀式を行い、100歳にして子供を得たと記述がなされている。99歳とは、99× は交尾を表し、100イコール桃から子供が誕生した。桃太郎もこれの引用から創作がなされている。高根和則氏著書剣山と88箇所の結びではこのようなことが記されています。空海が四国に88箇所の霊所の中に10箇所の一番霊所から10番霊所の名が数字1から10までの数に根本原理が置かれていると記されている。一番霊所、峰山寺、目は0、0。一番霊所でありながら、霊山寺と命名している点に注目する必要があり、1の数には物の始めの意を有し、あえて霊の寺名を移したには理由が存在していると考察するのが理である。空海が霊を用い、始めと終わりの一致を言葉と数の上で示したのも、50音図のあ行から和行に至る儒行と、あから運に至るロ、アロンの杖であるで、ゼロ、
9から9までが数の根源と空海が明示し、9番霊序の寺名を法輪と命名し、数の基準が0から9までで、これを私たちは九九掛け算と学んできました。この99を九九または菊里姫とも呼び、白山神社、白髪神社の祭神としていますが、もっと身近でこの法則を、お前100まで、わしゃ99まで、共に白髪の生えるまで。お前は本来、妻が夫を敬って呼ぶ言葉。わし、わしゃは妻自身を指す語。ここには、夫が100歳、妻が99歳まで共に生きるという願いが込められている。99、くまで、くまで。100、白、ほうき、ほうき。一般的におじいさんがくまでを持ち、おばあさんがほうきを持っています。これには夫婦の役割分担と幸せを維持するための深い意味が込められています。おじいさんの持つ熊手には福をかき集める、おばあさんの持つほうきには邪気を払うという悪魔を払い、呪福を抱くという意味があります。この暗号は99の熊手、熊手はあ行からら行のろまで99熊手までを表す。なので東京浅草の大鳥神社で行われる鳥の市で熊手が授与されるのも、運をかき集める象徴としての継承である。99は白でもある。あからはあわ、あわまでの道が淡路。それがアロン、アロンの杖を表す。始まりの9に終わりの9、一致している。故に、九九と伝う数字は、0に始まり、0に還元す。0から9まで、また 9×9 は81。99は18でもある。この剣の本をなぜつけたかわかりますか？杖は英語で剣です。この剣と、この剣を一致させるためなんです。すなわち、アロンの杖が、信仰が、剣山頂に埋葬ね、されている証のために剣山という山の名前がついてる。ここまで深く掘り下げて、我々の祖先が民族の歴史というものを構成してきているわけです。アロンの杖のアロンとは、50音図のアからンに至る道をアロンとなし、杖は剣、つまりアロンの剣が正式の名称。桜は世界各地に自生するが、それを特別な存在として深く象徴化してきた文化は日本において顕著であり、同じ東アジア文化圏に属する中国や朝鮮半島ではその位置づけは相対的に弱い。これに対して中東及び西欧世界において桜に極めてよく似た花を咲かせ、宗教的象徴として重視されてきた植物がアーモンド、プルナス・ドゥルシスである。アーモンドの花は中心が紅苗を帯び、先端が白く淡くなる色彩や枝を覆うように一斉に開花する様相において桜と酷似しており、イスラエル、レバノン、トルコ、さらには地中海沿岸諸国を訪れた日本人がそれを桜と見誤るほどである。このアーモンドは食用の種子、ジンを持つことで知られ、漢字文化圏では扁桃あるいは破綻鏡と呼ばれ、薬用としては苦扁桃油の原料ともなる。しかしアーモンドの本質的意義はその宗教的象徴性にある。古代イスラエルにおいてアーモンドは特別な植物とされる。その理由の一つがアロンの杖に関する伝承である。民数記においてアロンの杖が芽を出し、花を咲かせ、実を結んだとされるが、この杖はアーモンドの木であったと理解されることが多い。民数記17章8節。次の日、モーセが証の天幕に入ると、なんと
レビの家のアロンの杖が芽を出していた。芽が出て花が咲き、アーモンドのみがなっていた。芽を吹き、つぼみをつけ、花を咲かせ、アーモンドのみを結んでいたアロンの杖。民数記17章23節。この出来事は、彼が正当な祭司として神に選ばれたことを示す印であった。さらに、このアロンの杖は、象徴的に生命の木と結びつけて解釈される場合がある。すなわち、枯れたものが再び命を得て開花するという現象は、生命の再生や神的秩序の権限を示すものとされた。また、旧約においてモーセに命じられて作られた7枝の燭台、すなわちメノラーにもアーモンドの意匠が施されている。出エジプト記25章。その装飾には、杯、節、花の形が組み合わされ、アーモンドの花を模したものとされる。この意匠は単なる装飾ではなく、ヘブライ語において、アーモンド、シャケドと見張る、目覚める、シャーカドが同根であることに由来し、神が常に目覚め、その言葉を成就させるという象徴を担っている。扁桃体とは、アーモンド、扁桃の形状に類似した神経細胞の集まりであり、大脳辺縁系に属する重要な構造である。この名称自体がラテン語、ギリシア語におけるアーモンド、アミグダラに由来しており、形態と名称が一致している点は象徴的でもある。扁桃体は情動反応の処理及び記憶において中心的な役割を担い、とりわけ不安や恐怖といった原初的感情の認知と生成に深く関与している。外界からの刺激に対し、それが脅威であるか否かを迅速に評価し、生体の防御反応を引き起こす機能を有する。このため、扁桃体はしばしば情動の中枢とも称される。精神医学的観点から見ると、扁桃体の活動はさまざまな精神疾患と密接に関連している。例えば、うつ病、不安障害、PTSD、心的外傷後ストレス障害などにおいては、扁桃体の活動が過剰であることが報告されており、これが過度な不安や恐怖の持続と結びついていると考えられる。一方で、統合失調症や自閉スペクトラム症においては、感情認知や対人コミュニケーションの障害とともに、扁桃体の活動低下が関連している可能性が指摘されている。さらに、情動と密接に関わる脳内機構として、神経伝達物質、ドーパミンの働きも重要である。ドーパミンはカテコールアミンに分類される神経伝達物質の一つであり、アミノ酸チロシンから酵素反応によって合成される。この物質は快感や動機づけ、報酬系の活性化において中心的な役割を担い、行動の強化や学習過程に深く関与している。したがって、扁桃体とドーパミン系はそれぞれ独立した機能を持ちながらも、情動、記憶、行動の統合的制御という観点において相互に関連している。扁桃体が恐怖や不安といった情動の評価を担う一方で、ドーパミンは報酬や快の側面を通じて行動の方向性を規定する。この両者の均衡が崩れることにより、情動の過剰、あるいは欠如といった形でさまざまな精神的症状が現れると理解されている。扁桃体と腸は腸脳相関、ガットブレインアキスと呼ばれる双方向の通信ネットワークによって密接に結ばれている。腸内の善玉菌、ラクトバチルスやビフィズス菌などは食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を産生し、迷走神経、免疫系、内分泌系を介して脳へシグナルを送る。
この働きにより扁桃体の活動は調整され、不安や恐怖といった情動反応が適切に制御される。さらに腸内細菌はセロトニンの約 90% の産生調節に関与し、脳内では主に消化体などでごく一部が合成される。このセロトニンは扁桃体の過剰な興奮を抑え、感情処理を穏やかに保つ役割を担う。一方、腸内環境の悪化により善玉菌が減少すると、炎症性サイトカインが増加し、扁桃体は過活動状態となり、不安やストレス感受性が高まる。逆に善玉菌を増やすことで、GABA の産生促進やストレスホルモンの抑制が起こり、情動の安定化がもたらされる。発酵食品や食物繊維の摂取による腸内環境の改善は、扁桃体の機能調整を通じて精神的安定とストレス耐性を高める重要な基盤となる。